2017年、ソニックの開発部門であるソニックチームは、ある岐路に立たされていました。4年ぶりに発売した 3D ソニック完全新作、ソニックフォースが、売上評判ともに振るわなかったのです。このままでは、ソニックがダメになってしまう。そんな空気も漂う中、ソニックチームは一世一代の大勝負に打って出ます。そしてそれから5年後、新世代アクションゲームと銘打って発売したソニックシリーズ最新作、ソニックフロンティアを、見事大ヒットさせるのです。今回は、そんなソニックフロンティアがどのようにできたのか、その舞台裏や開発秘話などを、たっぷりお届けしたいと思います。ソニックをもう一度盛り上げたい。そんな思いを持った制作スタッフたちが、一切の妥協を許さず挑んだ開発の歴史を、とくとご覧あれ。それでは、早速スタートです。2017年、ソニックチームは4年ぶりに、3D ソニックの完全新作を発売します。その名も、ソニックフォース。ソニックアドベンチャー時代を彷彿とさせるシリアスなストーリーや、多数の登場キャラクター。また、プレイヤーが自由にキャラクターを作れるアバターシステムなど、色々な要素が詰まった意欲作です。さらには、この直前に発売されたソニックマニアというゲームが非常に好評だったこともあり、ソニックフォースにも大きな期待がかかっていました。しかし蓋を開けてみると、このソニックフォースは、売上評判ともに想定を下回る結果に。この原因にはいろんな理由がありそうだけど、中でもボリューム不足を指摘する声が多かったぜ。今作は3、4時間でクリアできてしまうほどのボリュームしかなかったため、ソニアド時代の壮大な物語を期待したプレイヤーたちが、肩透かしを食らってしまったのです。他にも、急に色々なキャラが出てきてついていけない人が出てきたり、せっかく過去作のボスが復活したのになぜか戦わずに終わったりもするなど、色々と不完全燃焼感が残る作品となってしまいました。かくして、前評判の割にあまりヒットしなかったソニックフォースですが、ソニックチームでは早くも次回作の話が上がってきます。上から降りてきた企画書を見ると、そこに書いてあったのは、また同じようなゲーム。当然新たな要素や新アクションは入っていましたが、それでもかれこれ20年作り続けてきた、いつもの 3D ソニックには変わりありませんでした。また同じようなゲームを作って大丈夫だろうか。このままでは、ソニックがダメになってしまうかもしれない。ソニックフォースの不振もあり、チームにはそのような雰囲気が漂っていました。この頃のソニック界は、旗から見ても盛り上がってなかったもんな。また、それと同時にもう一つ、ソニックに対して強い思いを抱いているメンバーもいました。ソニックチームは、世界の頂で戦ってきたスタジオのはずだ。このスタジオでもう一度、世界を相手に戦いたい。かつてのソニックは、間違いなくアクションゲーム界のトップを走っていました。初代ソニックザヘッジホッグでハイスピードアクションという全く新しいジャンルを生み出し、その後のソニックアドベンチャーで、ソニックを見事 3D に進化させます。セガの中にも、ソニックに憧れて入ってきた人はたくさんいました。しかし、そんなソニックの勢いが、今は完全に下火になっている。ゲームの内容はマンネリ化し、新作を出したとしても、ソニックファン以外の人には気づかれもしない。この先も同じようなゲームを作っていたら、世界との差は開く一方なのではないか。こういった、現状のソニックに対する危機感、そしてソニックチームをもう一度輝かせたいという強い思いが重なり、ソニックチームは、ある大きな決断をすることになるのです。これまで作ってきた 2D ソニックでも、3D ソニックでもない、全く新しいソニックを作る。そのために、これまでのやり方を一度ぶち壊そう。こうして、ソニックの存続をかけた、一大プロジェクトが発足したのです。プロジェクトのコンセプトは、今後10年、20年を戦える、第3世代のソニックを作るというもの。シリーズ初期の 2D ソニックを第1世代、その後、1998年のソニックアドベンチャーから2017年のソニックフォースまで、約20年にわたりソニックを支えてきた 3D ソニックを、第2世代と捉え、それに次ぐ第3のソニックを生み出すというコンセプトです。しかしその裏で、ソニックチームのメンバーは、もう一つのコンセプトを抱いていました。ソニックチームで、もう一度世界に挑戦する。メンバーによっては、むしろこっちが真の目的だったほどです。世界で戦うかっこいいチームを取り戻したい。その思いが本当に強かったんだな。かつてのソニックチームのかっこいい姿に、心から憧れていたんでしょうね。世界に挑戦するためには、ここ数年のような、ソニックファンに向けた新作を作っていてはいけません。もっと間口を広げて、ソニックファン以外のゲーマーたちにも魅力を感じてもらう必要があります。そこでソニックチームは、ゼルダの伝説やスパイダーマンといった、いわゆる AAA タイトルを目標に設定しました。そして、当時の AAA タイトルによく実装されていた機能が、オープンワールド。AAA タイトルに挑むためには、ライバルたちが当たり前のように使いこなしているオープンワールドを、ソニックにも持ち込む必要がありました。オープンワールドといえば、広いフィールドを自由に動けるのが大きな魅力。ソニックのハイスピードアクションとも相性良さそうだぜ。かくして、ソニックでオープンワールドを作ることになったソニックチーム。その開発は困難を極めるかと思われましたが、意外や意外。オープンワールドの試作第1号は、割とすぐに完成します。出来上がったのは、広いフィールドの至るところに、従来のようなアクションステージの入り口があるというもの。イメージとしては、ソニックアドベンチャーのマップが超巨大になったようなものでした。
まあよく見るオープンワールドって感じだな。RPG とかだと町や村がある場所に、ステージの入り口があるわけだ。またそれ以外にも、他のオープンワールドを参考にして、随所に絶景ポイントを配置するという工夫も施しました。そしてソニックチームは、出来上がった試作品を持って、一般ユーザーを相手にプレイテストを実施します。このプレイテストというのは、完成前のゲームをユーザーに遊んでもらい、遊びやすさや面白さなどを評価してもらう工程です。これまでのソニックゲームでは、開発の終盤に1回か2回プレイテストが実施されていた程度なのですが、今回のソニックチームはとにかく本気。開発の初期段階から、3、4ヶ月に一度のペースでプレイテストを実施していたそうです。めちゃくちゃ高頻度。それだけ、絶対面白いものにしたいという思いが強かったのでしょうね。かくして、オープンワールド試作第1号のプレイテストが実施されたのですが、その結果はなんと酷評の嵐。オープンワールドとしての最低限のラインは優に超えていたはずですが、遊んだ人たちからの評価は散々でした。批評の内容としては、フィールドがスカスカ、ただの草原だから緑ばっかで退屈、飽きる、などなど。このフィードバックを受けてソニックチームは、自分たちがとんでもない領域に足を踏み入れたことに気づきます。例えば RPG のゲームであれば、村から村への移動は、本当にただの移動でいいのです。RPG のメインはバトルやストーリーですから、オープンワールドでの移動にそこまで重きは置かれません。ですがことソニックに関しては、移動そのものが楽しくないといけない。ただ次のステージに移動するだけだと、プレイヤーたちはつまらないと感じてしまうのです。つまりソニックチームのミッションは、ただソニックにオープンワールドを適用することではなく、ソニックを引き立てるような全く新しいオープンワールドを作ること、になってしまったんですね。オープンワールドってシステム自体を進化させるのか。ほんととんでもないことになってきたぜ。ですが、一度足を踏み入れたからには、何が何でもやり遂げなければなりません。ソニックチームは思いついたアイデアをとにかく実装し、プレイテストにかけていきます。バトルや謎解き、アクションステージにも、どんどん手を加えていきました。それでも、なかなか評価は上がらない。当然誰も正解などわからず、完成形のイメージもありません。新しいものを作らなくては、ここで失敗したら後がない。そんな危機感ばかりが募っていきます。そんなある時、入社3年目の若手プログラマーが、あるギミックを提案しました。その名も、グラインドレール生成装置。これがどんなギミックなのか正確にはわかりませんが、その名の通りであるならば、フィールドにグラインドレールを生み出すというものだと思われます。そしてこのギミックをきっかけにして、行き詰まっていた開発が一気に加速しました。ソニックチームはこのグラインドレールをフィールド中に配置し、移動中常に何かしらのギミックが出てくる、アスレチックのようなフィールドを作り上げたのです。こうすることで、広いフィールドを縦横無尽に、しかもソニックらしいハイスピードで駆け回れるようになりました。さらに、各レールの先に謎解きやバトルを配置することで、プレイヤーが迷わずゲームを遊べるような工夫も施します。そして、このスタイルが出来上がったタイミングで、プレイテストの結果もぐっと良くなったのです。これだ。これが次世代のソニックだ。ソニックチームは、出来上がった試作品に確かな手応えを感じていました。そして同時に、もはやこれはオープンワールドではない、という感覚も芽生えてきます。俺たちが作ったのは、オープンワールドとは似て非なるもの。オープンゾーンだ。オープンゾーンの土台が生まれてから、他の要素も着々と進んでいきました。謎解き、バトル、ステージ、背景。どれもプレイテストに出しては直しの繰り返しでしたが、確実にいいものになっていきます。例えば背景については、今作ではフィールドのどこにでも行けてしまうため一切の妥協ができないということで、遺跡班、岩班、植物班などの専門チームを作って制作を進めたそうです。岩まで専門チーム作るのやばすぎる。今回は全てにおいて本気ですから。あとステージはともかくとして、謎解きやバトルもちゃんと力入れてるのすごいよな。最悪ソニックになくてもいい要素なのに。そこは開発スタッフも迷っていたようで、やめた方がいいんじゃないかという思いもあったそうです。ですがそういった謎解きやバトルでも、プレイテストで出た意見をしっかり反映していくと、ちゃんと評価が良くなっていく。例えばバトルに関しては、元々はソニックがキックやパンチを繰り出すのみだったそうですが、それだと少々迫力が足りませんでした。ソニックのサイズで格闘技出してもあんまり見えないしな。そこでソニックチームは、ソニックらしいダイナミックかつ、スタイリッシュな動きを取り入れたアクションを考案します。こういったアクションを実装したことにより、プレイテストの評価も良くなったそうです。また作中に出てくる中ボスについても、最初はアシュラや忍者など固定されたボスばかりだったそうですが、あまり評判が良くありませんでした。その際も、ソニックらしいボスは何かを考え、疾走感あふれるバトルが楽しめるスクイードが生み出されたそうです。スクイード。お前そんな経緯で生まれてたのか。一方で謎解きについても、同じくソニックらしいスピード感や爽快感をしっかり演出することで、これまたユーザーたちに受け入れられました。このことからソニックチームは、一見ソニックと相性が悪そうな要素であっても、ちゃんとソニックらしさを演出すればいいものが作れるんだという手応えを感じたそうです。今作はバトルも謎解きも本当に楽しいもんな。ちなみにこれらの要素は、オープンゾーンだからこそ成り立ったものでもあります。例えばバトル要素に関しては、過去にもソニックヒーローズというゲームで実装されたことがありましたが、この時はあまりいい評価が得られませんでした。敵が硬くてなかなか倒せなかったために、ソニックのスピード感が損なわれると感じたプレイヤーが多かったんですね。ヘビーエッグハンマーとか泣きそうになった。
ですが今作では、バトルや謎解きはあくまで寄り道要素なので、別にやらなくてもいいんです。例えば敵と戦いたかったら戦えばいいし、気持ちよく走っていたかったら無視してもいい。でも戦ってみたらしっかり楽しい。このような仕様になっているため、今作のバトルや謎解きは非常に評判がいいのだと思いますね。一本道じゃなくなってプレイヤーが自由に遊べるようになったから、いろんな要素が入れられたんだな。かくしてソニックチームは、ゲームの完成に向けて着実に歩みを進めていきます。そしてついに、オープンゾーン完成の目処が立ちました。そのタイミングでソニックチームは、ソニックシリーズの統括役である飯塚隆氏に、ゲームタイトルをつけてもらいに行きます。お前たちがやってきたことは、フロンティアだよね。未知の領域に果敢に挑み、見事オープンゾーンという新しいシステムを生み出したソニックチーム。その不屈の精神と、ここから新しい道のソニックが始まることの象徴として、今作のタイトルはソニックフロンティアと名付けられたのです。ソニックフロンティアが初めて世に PR されたのは、2021年6月に YouTube で配信された、ソニックセントラルという番組でのこと。ですがこの時はまだタイトルは発表されておらず、その半年後の12月に、タイトルやオープンゾーンのムービーが公開されました。見るからにオープンワールドみたいな映像が出て、めっちゃテンション上がったぜ。その後も段階的に色々な情報が解禁されていき、ついに2022年8月、ドイツで開催されたゲームズコムというイベントで、ソニックフロンティアの支流が登場。なんと3時間待ちの行列ができるほど大盛況でした。3時間、それはすごい。この日が、一般ユーザーに初めて遊んでもらえるタイミングだったのですが、3時間待ちになってしまったにもかかわらず、すごく良かった、ぜひ買いたいといったポジティブな意見が続出。その後日本で開催された東京ゲームショウというイベントでも、支流台を31台も用意したにもかかわらず、2時間待ちの大行列ができたそうです。この年のセガブースは、ソニック推しがすごかったもんな。過去一ソニックが持ち上げられたと言っても過言ではないですね。ちなみにこの時、スマブラや星のカービィシリーズの生みの親である桜井正宏さんも遊びに来ていたそうなのですが、桜井さんも絶対買うと言ったほど、今作のインパクトはすごかったそうです。これは嬉しい。かくして、発売前から大盛況だったソニックフロンティア。その勢いは止まらず、東京ゲームショウでは日本ゲーム大賞フューチャー部門を受賞。これは東京ゲームショウに出展された未発売作品の中から、今後が期待できる作品に対して贈られるものです。この時は FF16 やストリートファイター6も同時に受賞していますし、過去にはドラクエ 11S やペルソナ5も受賞したことがある、すごい賞ですね。そして、2022年11月8日、約5年の歳月をかけて作られたソニックフロンティアが、とうとう全世界で発売されます。この時の盛り上がり方は、ここ最近のソニックゲーム発売日とは、明らかに違っていました。YouTube でいろんな有名人が遊んでるのを見た時は、思わず涙が出そうだったぜ。もちろん私もすぐに遊びましたが、その完成度に度肝を抜かれましたね。仕掛けが面白くて、ずっと走り回ってしまうオープンゾーン。かっこいいバトル。シリアスで先の読めないストーリー。とにかく全てが面白くて、夢中になってしまった覚えがあります。ボス戦の演出も最高だったな。そんなソニックフロンティアの盛り上がりは、売り上げにもしっかり反映されました。発売からわずか4週間で、全世界売り上げ250万本を突破。2023年3月には、320万本も突破します。ここまで売り上げを伸ばしたのは、2011年のソニックジェネレーションズ以来の快挙です。さらに各方面からの評判も良く、ファミ通電撃アワード2022のアクションアドベンチャー部門、最優秀賞を受賞。そして2023年には、日本ゲーム大賞年間作品部門、優秀賞に選ばれたのです。やったー、ソニックの復活だー。このそうそうたる顔ぶれの中にソニックがいる。今見返してもめちゃくちゃ嬉しいですね。そんなソニックフロンティアですが、実は発売後に約1年かけて、3度の大型アップデートを実施しています。それらは全て無料だったのですが、どれも無料とは思えないほどハイクオリティな追加要素が実装されました。特に最後の第3弾は、新しいオープンゾーンを丸々1個作ったくらいのボリュームだったぜ。しかも操作キャラも3体増えた上で、新たなラスボスまで登場しました。では一体なぜ、ここまでハイボリュームな追加アップデを実施したのでしょうか。発売からわずか4週間で、売上250万本を突破。それはソニックシリーズ全体で見ても、最速記録でした。そしてその結果を鑑みて、ソニックフロンティアで大型アップデートを実装することが決定します。実はもともとアップデートの計画はあったそうなのですが、元の計画では、ハロウィンなどのイベントに合わせて軽めのアップデートをやっていく予定だったそうです。ですが初動の伸びが予想以上だったため、もっとボリューミーな追加 DLC を実装する方向に舵を切ったんですね。DLC の情報出た時マジでテンション上がったぜ。まずは2023年3月に、DLC 第1弾、春の旅立ちが配信されます。ここでは写真撮影ができるフォトモードや、アクションステージが連続で遊べる電脳空間チャレンジ。また、ソニックシリーズの名曲を集めるジュークボックスという機能も追加されましたね。ジュークボックスはオープンゾーンのあちこちに曲が落ちてて、それらを集めていくんだよな。次はどの曲が来るのか毎回ワクワクしながら探してたぜ。
そして忘れてはいけないのが、超高難易度のエクストリームモード。ソニックのレベルは常に1で、なおかつダメージを食らうと即死という、超鬼畜仕様でゲームが楽しめます。これほんと辛かった。そしてそれから3ヶ月後、2023年6月には、DLC 第2弾の夏のフェスティバルが配信。この月はソニックの誕生日があったため、フィールド全体がバースデー仕様になるモードが追加されていましたね。ここたちも盛り上がってて可愛い。また新たに追加された新種のココ探しや、オープンゾーンのギミックを使ったアクションチェーンチャレンジという、スコアアタックも追加されました。さらには、ファン待望の追加アクション、スピンダッシュが実装されたのもこの DLC でしたね。スピンダッシュは、ソニック初期からあるおなじみのアクションだぜ。最近見てなかったから実装されて嬉しかったな。そして、それからさらに3ヶ月後の2023年9月。ついに最後の大型アップデート、超完全決戦が配信されます。この最後の DLC は、それまでの2つをはるかに超える大ボリュームで展開されました。この DLC では、ソニックフロンティアの最後のフィールド、裏のストーを舞台に、本編とは違う F ストーリーが展開されます。そしてそのストーリーの中でなんと、ソニックの仲間であるテイルス、エミー、ナックルズの3人を操作することができるのです。この3人を 3D で動かせるのは、10年以上ぶりの快挙だぜ。しかもこの3人には、ちゃんと各キャラ固有のアクションも搭載されていました。例えばテイルスはちゃんと空を飛べますし、過去作のソニックアドベンチャー2に登場した、サイクロンという乗り物に乗ることもできます。ナックルズではシリーズおなじみの壁登りと滑空が楽しめますし、エミーではハンマーとカードを使ったアクションを使うことができました。今思い返してもすごいボリュームだったな。この最後の DLC、超完全決戦は、なんとソニックフロンティア本編をライバルに設定して開発されたそうです。ソニックシリーズのゲームでは、よく海外のファンたちがモッドを作って遊んでいます。ソニックフロンティアもその例外ではなく、実はこの大型アップデが始まる前から、すでにモッドでソニック以外のキャラが登場していたんですね。それを見たソニックチームは、自分たちが作るアップデートがファンたちのモッドに負けるわけにはいかないと意気込み、全力でファンの期待を超えていこうと奮い立ったそうです。そうした経緯もあって、この最後の DLC は、本編がライバルということになったんですね。ほんと見事に期待を超えてきてくれたぜ。この思いがあったからこそ、新たな操作キャラ全員にしっかり固有アクションが搭載され、さらには新しいラスボスなども実装されていたのでしょう。ちなみに、この超完全決戦はかなり難易度が高いことでも話題になりましたが、それに関してはやりすぎたと反省しているようです。共感大マジ許さん。その後難易度調整をかけた修正パッチが配信されているので、難しすぎてクリアできていないという人も、今だったらクリアできるかもしれないですね。かくして、ソニックチームがソニックの存続をかけて作り上げた大作、ソニックフロンティアは、見事ソニックの復活を印象づける傑作となりました。今後20年を戦えるソニックを作る。ソニックチームで再び世界へ。この表と裏のコンセプトは、どちらも見事達成できたのではないかと思います。ですが、ソニックチームはまだ全然満足していません。最後の DLC、超完全決戦が配信された時点で、売り上げは350万本を突破していましたが、ソニックチームはもっといけたはずだと思っているようです。まだまだ改善点のフィードバックが欲しい、買ってない人には何が足りないかを聞きたい、ゼルダやアーマードコアにあってソニックに足りないものが知りたい。これだけ困難なミッションを達成しながらも、まだ道半ばだと思っているソニックチーム。そんな彼らが作る今後のゲームに、期待せずにはいられないですね。みんなで次のソニックを楽しみに待とうぜ。そしてもし、ソニックフロンティアについて思うことがある人がいたら、ぜひコメント欄に残していってもらえたら嬉しいです。以上、ソニックフロンティアの開発秘話でした。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。たくさんのコメントも待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。